1945年4月11日午後2時42分、喜界島近海。低空を飛行する1機の特攻機が激しい対空砲火をくぐり抜け、戦艦ミズーリ右舷後方から接近、突入態勢に入った。特攻機は左翼を減速に接触させた後、第三副砲塔に激突。甲板に飛び散ったガソリンが激しい火災となったが、搭載爆弾は不発であった。続けて接近した特攻機は突入直前撃墜された。ミズーリは特攻攻撃を受けながら死傷者ゼロ、警備の損傷だけで火災も間もなく鎮火した。戦闘態勢が解かれた後、不発だった爆弾と特攻機の大部分は海中に沈み、ミズーリ甲板にゼロ戦右翼と砕け散った残骸、40ミリ機銃座に特攻隊員の遺体が残された。開戦以来、米兵は日本兵の所持品を記念品、戦利品として持ち去っていた。このような行為はローマ法王の耳にまで届き問題とされたが、米大統領ルーズベルト自身が下院議員から贈られたナイフを所有しており、戦場では半ば公然となっていた。特攻隊員の遺体に同じ行為が行われようとしたその時、艦長ウィリアム・キャラハン大佐が乗組員を制し、国のために命を捧げた者は勇士であると遺体の回収を命じ、翌日水葬を執り行うと全乗員に告げた。乗組員は艦長に遺体を洗い流す許可を求め、多くが水葬反対の声を上げたが、艦長が宣言を翻すことはなかった。遺体は医務室に運ばれ、身元確認と検査の後、袋に収められた。艦上に残された特攻機の右翼は切り分けられ、記念品となり、特攻隊員の所持品も持ち去られていた。艦長の意に賛同した一人の乗組員が旭日旗を一晩で縫い上げ、特攻隊員は祖国の旗で包まれた。艦長は国のため命を懸け、勇気と献身を示し、究極の犠牲を払った戦士の同志と弔った。棺は6人の米兵に付き添われ、5発の礼砲、全員の敬礼、威厳ある式で送られ、海底に委ねられた。ミズーリ初代艦長ウィリアム・キャラハン大佐は、兄ダニエル・キャラハン少将を第3次ソロモン沖海戦で失っていたが、兄の仇というべき敵国兵の死に最大の敬意を払った。
水曹で送られた特攻隊員は第5剣部隊岡山県出身、石野節夫二等飛行兵曹。撃墜された2機目は同じ第5剣部隊石井二等飛行兵曹と言われている。菊水1号作戦で鹿屋航空基地を出撃した第5剣部隊爆走冷戦は16機。敵の激しい対空攻撃に第5剣部隊は次々撃ち落とされ、この日敵艦に突入できたのは石野二等飛行兵曹だけであった。戦艦ミズーリ。マレー大佐に艦長が引き継がれたミズーリは、日本のポツダム宣言受諾後、日本降伏文書調印式の舞台となった。1950年、朝鮮戦争を戦った後、1955年2月26日、退役、太平洋予備役艦隊に入った。1984年、膨張するソ連海軍に対抗するため再就役。1991年、湾岸戦争参加。1992年、退役。1998年、保存協会に寄贈。米国が建造した最後の戦艦で、日本降伏文書調印式の舞台となり、多くの戦争に参加したミズーリは、人気の観光名所となった。1998年、戦艦ミズーリの退役軍人会が開かれ、当時、敵兵の水曹に反対した乗組員は、振り返ってみれば、艦長は正しく行動したと回想。一方で、記念館となったミズーリで、特攻隊員の慰霊の話が持ち上がると、一部の退役軍人から、日本人が慰霊をしたいなら、自分たちの土地でやればいい。日本人観光客を集めるための宣伝にしていると声が上がった。2001年4月12日、石野少尉の水曹から56年目の同じ日、真珠湾のミズーリ艦上で、第5剣部隊遺族及び日米双方から関係者が参列して慰霊祭が行われた。キャラハン艦長の長男は、父は特攻隊員の水曹を正しいことだと信じていました。水曹を反対する乗組員にとっても、人命を尊重するいい機会だと感じていました。と艦長の思いを伝え、母親の代わりに出席した石野少尉の姪は、キャラハン艦長が特攻隊員に示した人道的配慮に感謝の言葉を述べた。戦艦ミズーリは多くの戦場にありながら、艦上で戦死者を出すことなく退役。ミズーリが行った水曹は、石野少尉の一例だけであった。戦艦ミズーリ右舷原則には、石野少尉のゼロ戦が接触した小さなへこみが
今も当時のまま残っている。